こんにちは。本日のレッスンは13路盤を対局できるようになるまでその1です。まずは隅、辺、中央について行っていきましょう。9路盤と比べるとだいぶ広く感じるかと思います。今までと違うところは隅や辺といった場所の概念がある点です。ざっくりとですが、ピンクの四つ角が隅、その間ですね。この間を辺、そしてこの水色の部分が中央ですね。9路盤であれば、初手は1、2線など低すぎなければどこに打ってもよかったのですが、13路盤ではどこから打ち始めるべきでしょうか。まずは、この辺りから打ち始めた図から紹介します。例えばこのように、5線から打ち始めた場合、白はもう一度この辺りに打つことができます。つまり1でこのような陣地をイメージしていたのですが、白にもう一度打たれてここを白地にされた場合、結局どこが陣地なのかっていうのがよくわからなくなってしまうということですね。なので、ある程度線をやはり意識していくことは大切です。よく打たれている場所は、このように点のある星ですね。星や小目と言われるこちらですね。星のこの隣の位置にあたる小目というこの2種類が多く打たれています。この小目というのは3線と下から数えて4番目の線、3線と4線で構成された位置となっています。つまりこちらとこちらが小目の位置ですね。上で言うとこの位置が小目ということになります。似ているのですが、こちらやこちらは小目ではなく高目という位置になります。小目は3線と4線で構成されており、高目は5線と4線で構成されています。ここで言うと、こちらからは4番目ですが、下から数えたときに5番目の位置になっていますね。なので、高目と小目は星の隣ということは同じなのですが、線が違うので注意してください。高目は打ってはいけないというわけではないのですが、やはり高い位置のため、また隅に入られた時の対処が難しく、今はあまり人気がない手となっています。では、小目の位置について確認してみましょう。ここの隅で小目の場所はどこでしょうか。2箇所考えてみてください。正解はこちらとこちらですね。この位置が3線、右から数えて3、下から数えて4の位置。こちらは下から数えて3、右から数えて4の位置で小目の位置となっています。こちらとこちらは高目の位置でしたね。まず最初の4手、お互いに2手ずつ打っていったとき、星と小目をうまく使いながら進めていくと陣地が取りやすいので試してみてください。星と小目ができるようになっていったら、次に締まりとかかりを覚えていきましょう。締まりというのは同じ色で桂馬や一間飛びなどに打っていく手です。例えばこの位置からなら桂馬、ここやこれが締まりという形になりますね。一つ間違いやすいのがこの位置やこの位置でも桂馬の位置となるのですが、やはり線の話でこの位置だと上から数えて5番目になってしまいますね。つまり5線になってしまうため、隙が多く、また入られやすい形となってしまうので、締まりも3線または4線の位置ということになります。一番多く打たれているのがこの小桂馬締まりという形なので、星からはまずこの形を覚えて使っていくといいと思います。次に小目の締まりです。位置はこの辺りやこの辺り、桂馬や一間飛び、やはり3線もしくは4線の位置が多く打たれていますね。この辺り、どれもたくさん実践例があり、どれもありといった印象です。そして小目の締まりとして一つ注意したいのが、こちら向きはすべて締まりと呼べるのですが、これ少し低いの分かりますか。桂馬や一間飛びをしていった際に、例えば桂馬をしていくと同じような形に見えるのですが、こう低くてあまり陣地が増えないため、この石から見て星がある方向が締まり、こちら側に打つのは締まりではないということになります。つまり
こちら側なら締まりですが、こちら側に打ってしまうのは締まりとは呼べないので注意してください。では次にかかりについてです。先ほどは黒と黒のセットで締まりだったのですが、黒と白、このように違う色で打っていくことをかかりと言います。この白石にかかるなどという言い方をします。かかりの位置は星の時は黒と同様の位置ですね。この隅との連携がいいため、ほぼこの位置で打たれています。小目の場合も桂馬、もしくは一間飛びの位置で打たれますが、一応大桂馬、二間などもありますが、一番多く打たれているのはこの2つなので覚えておくといいと思います。それでは締まりとかかりについて位置を確認していきましょう。黒番で小桂馬締まりはどこでしょうか？正解はこちらですね。小目では星がある側が締まりとなるんでしたね。そして3線の位置。桂馬というとこちらも桂馬なのですが、上から数えて5番目の線になってしまうため、また高いということで、こちらが正解となります。では、向きを変えて、こちらの4の石に小桂馬係の位置はどこでしょうか？正解はこちらですね。締まりの位置を考えてもらうと分かりやすいかもしれませんが、締まりで桂馬と考えたときにこちらの位置になります。なので、かかりの場合も同じくこちらになりますね。締まりの効果は陣地を確定させやすい手となっており、セットで打つと小目の場合、ほぼ隅は陣地となりますね。逆にかかりというのは、それをさせないという手になるので、締まりをさせないというのがかかりとなりますね。この2つは19路盤でもずっと出てくるような手となっているので、ぜひ覚えてくださいね。ここまで見ていただいてありがとうございました。次回は石の生き死にについてです。それでは次のレッスンでまたお会いしましょう。